はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタトイです。本日はグラインダーの紹介をしていきたいと思うんですけども、今頭の部分しかちょっと見えてないですけども、はい、こいつをご紹介していきたいと思います。こんな感じです。これ付属してるやつではなくて、こういうプラスチックのやつが付属してるんですけどね。はい、付属品なども含めて説明していきたいと思います。ミルとも呼ばれてるんですけども、その差であったりとか、刃の種類、選び方、メンテナンスの仕方とか、使ってみての感想などをいろいろ説明していきたいと思います。初心者にも分かりやすく、で、実際に使っているからこそ言えるリアルな視点をお届けしたいと思います。はい、それではグラインダーとは何かというのを説明していきたいと思います。グラインダーやミル、一通りの言い方があるんですけども、一般的には手動でこう引くもののことをミルと言って、電動タイプをグラインダーと呼ぶことが多いと思います。こういったね、豆を入れて手で引く、こういうタイプですね。これはミルと呼ばれることが多いです。で、グラインダーでもミルでも名前は別に関係なく豆が引けることが大事で、どのように弾けるかどうかとか、使いやすさ、自分に合ったものを選ぶのが大事だと思います。電動のグラインダーにも刃のタイプが2種類ありまして、細かく言うと 3種類なんですけども、プロペラ式は一旦ちょっと置いておいて、平刃、フラットバーと、コニカルバーと言われる高温式と呼ばれてるんですけども、円錐型の刃のタイプ、この2種類の比較をまずは説明していきたいと思います。フラットバーと言われるものは、こういった形で、はい、この2つの刃がこう向かい合って高速回転をして、で、この隙間から粉が出てくるというか、仕様になっています。特徴としては、豆の粉の均一性が高いっていうのと、高速で弾ける。この2点。速度が速いということと、豆の均一性っていうのがメリットだと思います。あとデメリットとしては、高速回転をしているので、摩擦熱で熱が帯びやすいというようなデメリットもあります。で、円錐状の刃がありまして、で、上から下に落ちていくのをゆっくりと引くというようなイメージですね。で、回転が遅いので摩擦熱が少ないっていうのと、あと、どちらかというと静かですかね。微粉が出にくいという風な説もあります。ただ、砕いていってるようなイメージなので、粒のばらつきが出やすいっていうのがありますね。あと、引く時間が長いと。電動であっても引く時間は長めになります。で、補足として豆の粒の均一性が味にどう影響するかというと、均一なほど抽出率っていうか、コーヒーの味の出が均一になりやすいので、味が安定しやすくなりやすいというような感じです。で、摩擦熱を帯びると何が良くないのかというと、豆の香りや成分がなくなりやすい可能性がありますと。どちらかいいというわけではなくて、自分に合ったものを選ぶようにしてください。時間がないとか、パパッと終わらせたい人は、平刃、フラットバーの方がスピーディーに豆を引くことができます。ただ、フラットバーの場合だと、ハンドドリップやフレンチプレスといった粗めのコーヒーの粉しかできないので、エスプレッソとハンドドリップを兼用したい方はどうしても高温式と言われるコニカルバーの円錐型の刃のタイプになります。では次にこの僕が使っている 610N っていうんですけども、それがどんなグラインダーなのかを説明していきます。このタイプは薄タイプのとフラットバーのいいとこ取りというかしたようなタイプのグラインダーになります。高速なんですけども、オニバのタイプの刃を使用しています。で、ここにダイヤルがあって粒の粗さを8段階まで選ぶことができます。で、受け皿は付属しているのはこのプラスチックの蓋付きのやつが付いてますが、容量そこそこ大きいんで1杯分とか2杯分の場合はちょっと容量が多いですし、プラスチックなんで静電気が起きやすく残りやすい、やりづらいと思ってるんで、普段はステンレスの受
受け皿を使っています。見た目はそうですね、外観特徴が言うとちょっと業務っぽい、コストコの豆を引くやつの縮小版みたいな感じですかね。コストコにも結構大量な豆が置いてあるんですけども、売ってるんですけども、それを豆を買って粉に引く人が使う用のグラインダーがあるんですけども、それ結構でかいんですよ。それがギュッとちっちゃくなったような感じですね。で、一応カラーバリエーションはいろいろ赤、黒、黄色とかブルーかな。いろいろ色があってカラーバリエーションは結構豊富だと思います。なので、自分の好きな色を選ぶことができると思います。で、次に操作性なんですけども、スピードは本当に速いですね。もちろん家庭用のコンセントでいけますし、で、分解清掃するところもそんなにないので、やりやすい設計になっていると思います。で、注意点というか、気になるなっていうのは、ちょっと音が大きいので、例えば家族と一緒に住んでる人で、早朝にみんなが寝てるって時に使うってなったら、ウェーンってなって結構、音が大きいので、他の人に迷惑になってしまうかもしれないですね。で、先ほども言いましたけども、エスプレッソができなくて、ハンドドリップ、あとフレンチプレス、サイフォンなんかができますね。はい。それらであれば、十分グラインダーで豆を引くことができます。で、どんな人に向いているかなんですけども、毎日ハンドドリップを入れてる人であったりとか、家族や来客用に一気にちょっと多めの豆を引く人であったりとか。で、初めて電動ミルを使う人でも結構おすすめなんじゃないかなと思います。扱いが簡単なんで。で、あとはドリップバッグを自分で作っている人なんかもおすすめだと思います。豆を引くスピードが速いので、少量だけども自分で作ってるみたいな人も十分こちらの電動グラインダーを使っていただいたらいいんじゃないかなと思います。手引きやこの高音式でゆっくりやるよりかは完全に効率がいいと思います。ではまずグラインダーの中がどんな仕組みになっているか簡単にご紹介します。ホッパーに入れたものは下にあるスクリューで前の方に押し出されていきます。そのまま進むと高速回転している刃に到達して豆が粉砕されていきます。砕かれた豆は刃と刃の隙間より小さくなったものだけ下に落ちていく構造です。つまりこの隙間が引き目の粒度を決めているというわけですね。この隙間は前面にあるダイヤルを回すことで調整できます。ダイヤルを閉めれば隙間が狭くなり、細かい粉しか通れなくなる。緩めれば大きめの粉もそのまま落ちていくようになります。抽出方法や豆に合わせて引き目を調整するのがポイントとなります。それでは実際に豆を引いてみましょう。今回は 20g の豆を7の設定で試しています。ちなみに僕はいつも先にスイッチを入れてから豆を投入するようにしています。その方が豆や刃に急な負荷がかからず長く安定している使える気がします。何でも一番最初の動き出しが力がかかるので、その豆がある状態で動き出すよりかは動いている状態の中に豆を入れた方が負荷が少ないということですね。はい、引き終わった粉を見てみると粒のサイズは比較的均一になっているかなと思います。で、鬼ババの特性上少し微粉が出やすい場合もありますけども、個人的には許容範囲内だと思ってます。必要であればまたふるいにかければいいと思っていますので、それよりも引き立てのコーヒーの香りがすごく良くて、毎回この瞬間が一番の楽しみですね。ただ使っていて気になるのは、静電気の影響です。微粉やシルバースキンが、粉の出口や容器の壁にくっついたりふわっと舞ったりするんですよね。特に僕の体感ではウォッシュドの豆の方が飛び散りやすい気がしています。表面が乾燥していて静電気が起きやすいのかもしれません。そういった飛び散り対策として粉の出口に叩いて粉を落とすための部品を後付けしています。使い終わった後に出口に残っている微粉やシルバースキンを物理的に落とせる。次に引く時に混ざりや詰まりを減らせてとても便利です。はい、それではまとめにいきたいと思います。本日はこちらの電動グラインダー 610N をご紹介しました。
他にもいろいろ型式があるんですけども、僕が持ってるのは 610N です。こちらのメリットとしては、高速で弾けるっていうのが一つと、あと、粒の粗さ、フラットバーの方が粒の粗さの方がより均一に弾けるというのがメリットではあります。で、デメリットとしては、摩擦熱が起きやすいっていうデメリットはあります。その高音式と比べてですね。なので、自分に合ったコーヒーグラインダーを選んでください。で、見た目がちょっと業務寄りなので、もっとスタイリッシュがいいっていう人もいると思うんですけども、それは、好み。見た目の好みは人それぞれなんで何とも言えません。注意してほしいことは、エスプレッソの粗さは弾けません。弾けるとすれば、そうですね、ハンドドリップももちろん、フレンチプレスっていう入れ方もできますし、あとサイフォンの入れ方もできます。はい。なので、ハンドドリップメインの人は、こちらで十分だと思いますし、あと、一気に何杯も入れる方であったりとか、一気に多めの量を引く方なんかもおすすめですね。自分に合ったグラインダーを選んでほしいんですけども、グラインダーは僕としては、まずは買ってほしいですね。お家でコーヒーを入れる方は特にそうなんですけども、豆の引き立てのコーヒーの香りは格別に違います。コーヒーは香りを楽しむものなので、ぜひその香りを一番いい状態でコーヒーを入れて飲んでみると、もちろん味も変わりますし、香りも十分に楽しめると思います。じゃあ気になったことがあれば、いつでもコメントお待ちしておりますので、よろしくお願いします。本日も長々とありがとうございました。ではまた。如果你觉得这个影片有帮助，或者是喜欢，多多帮我按赞，这样子我会更努力的制作新的影片。如果有什么疑问，留言给我，很欢迎提问。如果你订阅了频道，当最新的影片上传的时候，你会接收到通知，你就不会错过哦。让我们一起继续追求对你来说美味的咖啡吧，下次见。